はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回はイヤホンのレビューがちょっと久しぶりですね。このメーカーさんのモデルも久しぶりな気がします。そうだね。夏休みを取った後、USB ダックとかエアーフックのレビューだったから1ヶ月ぶりぐらいだ。TRN ST1 Pro だね。これ、発売からはちょっと時間経ってるよね。どんなモデルなの？今年4月に TRN MT1MAX のレビューをやったんだよね。チューニングスイッチ付きで1000円台と結構インパクトあって、低価格でもスイッチがしっかり機能して買った人も多いんじゃないかな。MT1MAX は 1DB モデルだったけど、ST1 Pro はそこに BA がプラスされたモデル。BA が追加になった分、価格もちょっと高くはなってるけど、ポジションはエントリーモデルだね。ライバルは ST1 Pro より後発の KZ クリラになるかな。なるほど。MT1MAX プラス約1000円で ST1 Pro や KZ クリラが買える感じなんだ。BA 搭載モデルがちょっと減った時期があったと思うんだけど、最近また BA のハイブリッドモデルが復活してる感じね。そうみたい。個人的な印象だけど、買い替え需要より新規ユーザー向けのような気がするね。外観、サイズ、重さなどは上の通りです。セミオープン設計なのは MT1MAX と同じ。チューニングスイッチを搭載してもコンパクトにまとまっていますね。そこが MT1MAX 譲りということで、やっぱり最初に登場した MT1MAX のインパクトが大きかったよね。あ、そっか、そうよね。KZ クリラはスイッチがさらに1個多いけど、こっちもうまくまとめてきてると思ったわ。並べてみると、スイッチのついてる向きが違うんだね。ほんとね、意外と気づかなかった。ドライバーは第4世代デュアルマグネットダイナミックドライバーとカスタムの 30095BA の構成、そしてチューニングスイッチ、3カラーズのラインナップ、こんなとこかな。ST1 Pro のシングル波形はこんな感じ。まずは買った時のスイッチの状態ね。これがデフォルトでバランスドチューン。中域の減衰ポイントが少し中間域に寄ってるようにも見えるし、低域に向かってのカーブ、この辺りの減衰が少ないようにも見える。聴覚上も低域が厚ぼったく感じる。バンドルされてるもう一つのイヤピを重ねるとこんな感じ。装着感のお好み次第でといったところだけど、TRN Tips はなかなか良さげ。この後のサウンドチェックは TRN Tips を使用。次はチューニングスイッチね。スイッチを切り替えるとレベルも変化するのね。左はレベル差を保ったまま、ボリュームを変えないでスイッチを変えた時の聞こえ方ってことね。右はレベルを合わせたもの。元々のチューニングの差分はあるけど、スイッチの効果自体は MT1MAX と同じ感じね。以前のレビュー時の画像を使ってるから色合いが合わなくてごめんね。次はライバルの KZ クリラと MT1MAX を重ねて比較してみました。スイッチバリエーションまで追うと混乱するので、ここではバランスとチューンのみでの比較です。ST1 Pro の低域が強めなのがお分かりいただけると思います。と言っても、沈み込むような低域ではなく、200Hz あたりからの差なので、ちょっと厚みのある低域という印象です。愛はちょっと苦手です。バランスドチューンで低域が強く、中高域は他にモデルより控えめなのがちょっと気になるかな。2から3キロあたりがもうちょっとあってもいいかなって思った。比べると中高域から高域の抜け方がいまいちな感じしたんでね。じゃあジャックさんも苦手ですか？この感じ。ちょっとね。スイッチでトレブルエンハンストのセッティングならいいわ。ジャックさん、低域強いのあんまり得意じゃないもんね。そうそう、好みの問題なんでレビューとは関係ないけどね。傾向は大体把握できたかな。わかったよ。サウンドチェックで音聞いてみたいな。じゃあ聞いてみるか。MT1MAX が一番自然に聞こえるように調整したから、ST1 Pro の低域の厚めな感じと中高域がちょっと引っ込む感じがよくわかると思うよ。持っている人は MT1MAX を装着して聞くと結構リアルだと思う。ではサウンドチェックです。音量上がるので気をつけてくださいね。
低域が他よりどっしりした感じがよくわかりましたね。それと、この辺の出方の違いもね、ボーカルやメロディーラインがちょっと引っ込む感じしたね。他にモデルに比べ抜けが今一つという印象だったけど、低域のどっしりした感じがしっかりした下支えと捉えられるようになり、ややウォームで MT1MAX やクリラとはチューニングの方向性の違いが最初はちょっと苦手だったけど、慣れてくるとこれはこれでなかなかいい。トレブルエンハンストの設定で低域を落とした方が個人的には好み、広がりや明瞭さが増した感じになるからね。スイッチは当然可動部が多いので故障のリスクも上がるけど、ちょっと前までスイッチ付きってこの価格帯ではなかったから気軽に試せるようになったのはいいよね。あとはスイッチで変更できる帯域幅が広がるともっといいかな。中高域のキャラクターを変えられるともっと面白くなると思う。微ケーブルでも広域の印象は少し変わりましたよ。これです。愛がよく使ってるケーブルです。音が出た瞬間から違いを感じたんで、広域を少しはっきりさせたい時に交換するといいかもしれませんね。個人的には MT1MAX が登場した時の方が低価格でチューニングスイッチ付きという点にインパクトを感じましたね。MT1MAX に BA が追加された ST1 Pro はさらに広域が明瞭になるのかと思ったんですが、低重心なバランスでややウォームな印象でした。この傾向がお好みなら入手してもいいんじゃないでしょうか。ということで 1DD プラス 1BA チューニングスイッチ付き TRN ST1 Pro のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。